ピンクだとか黄色だとかののせ具合の感じでいくと後から歌舞伎役者みたいになって普通を忘れた皆さんはどうか不安がらずにぜひこれを参考にして街に紛れてみてください。こんにちは、クラちゃんです。普段はキャラの読者モデルやソロのアーティストとして活動しています。今日は私のようにちょっとカラフルなメイクや髪をやりすぎてもう普通って一体何だったかしらと忘れてしまった人向けのいわゆる本当に一般的な普通の馴染めるメイクというのを思い出しながら紹介していきたいと思います。それではレッツスタート。返信しました。さっきのオープニングからどうやってこうなったかを今から順を追って説明していきたいと思います。それではまずはカラコンを入れていきます。使ったのはワンデアキビューディファインのビビットスタイル。カラーはブラウンで、大きさは直径 14.2mm です。だいたいいつもの派手なメイクの時は 16mm とか 15mm を使ってるので、私からしたらもう入ってないのと一緒です。かなりナチュラルな瞳に仕上がっているので、ここから薄くメイクをしていきたいと思います。ベースで使うのは MAC のライトフル C ティンティッドクリーム。こちらは日焼け止めとメイクアップベースが一緒になったものです。色も若干ベージュでついているので、これをまんべんなく顔に伸ばしていきます。中心から外側に向かって薄く伸ばしていくとムラなく綺麗に塗ることができます。結構粘度が高いのでかなりチューブから出すことになると思うんですけど、あんまり厚塗りしすぎると後から粉もはたくので、なるべくムラにならないように外側はあんまり塗らなくていいぐらいの気持ちで伸ばしていくと良いと思います。コンシーラーを塗っていきます。使うのは資生堂スポッツカバーファンデーション S100 です。これを指に取って、目の下のクマになるところ、それから鼻の際、あとは眉毛のね、反り跡とか、夜景のムラがある人とかはこういったとこ叩いてうまく隠していくといいと思います。ニキビなんかもかなり隠れるので、ポンポンと叩きながら伸ばしていくような感じで叩いてみてください。今度はパウダーを叩いていきます。使うのは MAC ライトフル C のファンデーションコンパクト。多分一番明るいカラーだと思います。中を開くと固形のファンデーションとスポンジがついてるんですけど、スポンジの方は厚塗りになっちゃうので私は使わずに大きなブラシでまんべんなく取って、ちょっと手の甲で叩いてから顔全体に伸ばしていきました。ベースの仕上げに、MAC ミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードフェイスパウダーを塗っていきます。これも大きなブラシに取って軽く手の甲で叩いてから T ゾーン、おでこ、鼻、ほっぺの高いところ、顎を中心にこうポンポンと置いていくような感じでまんべんなく塗らずに高いところだけ中心的に塗っていきます。次にハイライトを塗っていきます。使ったのは NYX のラブコントゥアーズオールというパレットです。ハイライトはこちらの白っぽい色です。これを筆に取って軽く手の甲で落としてから眉毛のところから鼻の先まで一直線に引いていきます。ナチュラルな普通のメイクっていうのは結構こうベースが大事な割に薄く塗っていくのがポイントなので、このヘラフレを横にしてベタッと塗らずに上半分だけ横、そして下半分は縦にこうずーっと白い線を引いていきました。で、一回引いたらそこを伸ばすような感じで横に筆を持ってシュシュシュとなぞっています。結構カラーがないメイクなので視線のねごまかしが効かないというところで私はすごく難しいなといつも思うんですが、本当にブラシの向きとかあとはカラーの使い方をねきっちりやっていれば薄いメイクでもとても綺麗に仕上げることができるかなと思います。続いてまだハイライトを塗っていきます。さっきの白に加えて、ピンクベージュのラメ入りの方のカラーを2色混ぜて手の甲で叩いて落とします。これを塗る場所は目の下ですね。クマになってるところをファンデーションで叩いた後にそこをさらにカバーするような感じでキラキラをつけていきました。あとはこの唇の山の上、それから顎の先とか高いところに少し入れているのと、あとは目尻ですね。アイホールの際の周りのところを慣らしていってムラとかをねなくしていこうかなとベースを作る段階で今塗っています。次にローライトを塗っていきます。ちょっとチョコレートっぽいような明るい茶色を使ってブラシに取りまして手の甲でまた叩いていきます。これを何度か鼻の際をなぞっていってだんだん濃くしていくようなイメージで塗っていきます。この際にまた重要なんですけど、普通のナチュラルな
メイクというのはいっぱいつけすぎた時に割と取り返しがつかなかったりとか、あとはなんか思ってたより仕上がりが濃くなるってことがめちゃめちゃあるんですよ。いつものピンクだとか黄色だとかののせ具合の感じでいくと、後から歌舞伎役者みたいになってめっちゃ目立つことになるので、隠れたい皆さんはそこに注意して、なるべく薄くしてから、なんか薄すぎかなって思うぐらいにしてから顔につけてください。で途中で、またパウダーをつけなくても何度もなぞっていくと色が濃くなっていくものなので、皆さん不安がらずに、普通を忘れた皆さんはどうか不安がらずに、そのついてるかついてないかわかんないブラシを永遠に鼻の横でなぞってください。次に使うのは NYX のソフトマットリップクリーム。カラーは SMLC22 モロッコっていうカラーです。これめちゃめちゃ本当は優秀なリップなんですよ。発色良くてマットで、しかもクリームタイプで落ちにくいっていう私のお気に入りのシリーズのリップなんですが、なんとこれをアイシャドウとして使うことでちょっとトレンドを取り入れたように仕上げることができます。まずは少しだけこのチップに取って、それを自分の目の外側3分の1ぐらいのところにペット置いてみてください。そしたら置いたクリーム状のリップを指の腹で少しずつなじませながら外側に広げていきます。だいたい自分の二重幅の倍ぐらいのところまで薄く伸ばせたらいいなと思うんですが、二重幅ぐらいまで伸ばしたところで、濃すぎかもと思ったら、思い切って一旦その指をティッシュかなんかで拭ってみてください。そうすると、だいたい量が半分ぐらいに減るので、濃くなりすぎず外側まで広げることができます。とにかく濃くなりすぎることを恐れながらやってみてください。一人の人は幅とかあんま気にせずに少しだけ指に取ってから外側になじませていくのがいいかもしれません。ラブコントゥアゾールに戻ってきます。こちらのゴールドのカラーです。中くらいのブラシに取りまして、手の甲でなじませて、たっぷりめにつけたところで、アイホールから外側になぞるような感じで、まぶた全体に塗っていきます。上を塗ったら今度は少しだけ下にも沿わせて塗るような感じで、こうきたら3分の1ぐらいまで塗っていきました。割と冬の普通のメイクの流行りの傾向としては、赤いシャドウの上にゴールドをのせるとか、目尻でポイントでゴールドを使うみたいなのが流行っていると私は踏んだので馴染むために流行りを取り入れていきたいと思います。ここでブラシを変えて、今度はハイライトを塗った時と同じ平筆を使って先端の方にまた同じゴールドをのせていきました。軽く手ではたいてからたっぷりめに自分の涙袋、目頭から3分の1、そしてくの字に上まぶただいたい5ミリぐらいかな、1センチか5ミリぐらいまで入れています。際のところに塗りたいので、なるべく平べったい筆を使うと良いと思います。そして次に使うのはこちらの赤めの深い焦げ茶と若干パールが入っている茶色を混ぜながら、際のところからシャーッと全体的に引いていきました。際を引いたところよりも一回り外側をぼかすようなイメージで薄くシュシュシュと筆を動かして塗っていきます。アイラインを引いていきます。アーバンディケーのレーザーシャープカーキ色です。すっごいクリーミーでシャバシャバ系のテクスチャーなんですけど、実際筆に取るとかなりね緑みの強いカーキ色で、あとねラメが偏光パールみたいな感じかな、ギラギラしていてすっごい可愛いんですよ。でめちゃめちゃ落ちないし、お湯でオフできるし最強なので、アーバンディケーのライナーマジでおすすめです。さっき自分のアイライナー代わりに塗ったシャドウの真ん中ぐらいですね、目の際を沿うようにずーっと外に向かって塗っていきました。本当に際の方を塗っていくので、あんまり太すぎるとですね、シャドウからはみ出してまた目がガーって強くなってしまうので、みんな普通を取り戻したいっていう気持ちをもう一回思い出して、細めに引いて、最後もはみ出した分5ミリぐらいと同じぐらいのところでシュッとフェードアウトするように引いてください。ここでマスカラを塗っていきます。使ったのはオシモンのカールアップウォッシャブルマスカラブラックです。あんまりがっつり伸びるってわけじゃないんですが、とても綺麗に、芯が太くテ
適度な長さに伸びてくれるんですね。で、今回求めているのはいかにも普通な常識的な長さなのでこれの出番ということで、上と下に塗っています。一度塗りして、ちょっとねブラシを左右にこうジグザグ動かすような感じで目尻側半分は塗っていくと、若干束感が出て、目尻を強調したまつげにしてくれます。目頭側はあんまり濃くならないように一度塗りでそーっと伸ばしていくと、とても綺麗なアーチを描くことができます。次に下まつげを塗っていきます。下まつげは真ん中からジグザグ塗っていくんですが、あんまり際の方まで塗らなくて大丈夫です。あんまり伸びすぎるとまた不審な感じで、なんかあの人普段はメイクは濃いのではないかみたいな疑いをかけられることになると思うので、なるべくいつもこの感じなんですよっていうのを醸し出すために真ん中だけちょっと濃いめに塗って、あとは適当になんかシャシャシャっと薄めに塗っていくのがポイントです。塗り終わった後にちょっと濃いなと感じたら、まだ乾ききる前に指で挟んだりとか、あとは乾いた後に長さをむしったりとかするととても良い感じにニュアンスが出たりするので、気になる人はそういうこともしてみてください。そしてここでウィッグをかぶっていきます。今回かぶっているのはシュガークランツの、ボブのダークチェリーのカラーです。完全な黒ではなくて、ちょっとピンク味の入った濃い茶色みたいな感じらしいんですけど、私から見ると黒ですねあんまりちょっと色のことわかんないんですけど、いつもに比べたらこれはだいぶ落ち着いた黒だと思っています。でこれを、前の方から押さえてぐぐっと後ろに引っ張って、で耳の横にもみあげのポコって出っ張りが両方あるので、それを持って位置調節してぐぐっと引っ張り、もみあげから毛が出ないようにヘアピンで何箇所か留めています。ポイントとして一番上のつむじのところに1個だけ押さえる感じでピンを刺すと、なんかウィッグ特有のモコモコした感じというのが少し軽減されます。大体はこの上から帽子とかかぶっちゃえばわかんないんですけど、もしなんかこう帽子とかなしでね出かけたいよっていう人がいたらそこ試してみてください。アイブロウ引いてきます。いつもだったらですね、黄色をのせてとか青からいってとかやるんですけど、今回は、みんなが忘れてしまった普通を取り戻すためのメイク講座なので、茶色の中で一番明るくて薄い色を使いました。筆に取って手の甲でかなり色を落としてから当たり線をつけるようなイメージで真ん中から上に向かって山を描いていきます。でまず描いた一直線は一番底辺になる面です。でそこからぼかすような感じで、また筆に色を取って手の甲でぼかしてから、今度は眉毛の山ですね。だいたい眉毛の山は自分の目の幅の一番最後、もしくは自分の目の横幅の3分の1ぐらいのところに山が来ると良いと言われているそうなので、今回私は目尻に山を作るように目指して一本線を引きました。それをうまいことブラシでこうぼかしながら下地に色をつけていくようなイメージで塗っていきます。今度はこちらのまた赤みがかった濃いブラウンを軽く手の甲でなじませて、色をかなり落としてから眉毛のですね、目尻を中心に濃い色のせていきたいんですよ。なんでかっていうと、まず派手な人は勝手な妄想ですけど眉毛がないと思ってます。多分この動画真剣に見てるあなたも眉毛がないでしょうきっと。なのでないところに物を作るってすごい大変で、絵画をね修復する人みたいな感じで、なんとかこう凹凸やら、光と影をたくさんつけて色を使って、こうあたかもあるかのように見せなきゃいけないんですね。なので今回もちょっと濃い色を混ぜたり単色で使ったりしながら、この目尻のねカーブをキュキュッと描いていったりだとか、あとは眉毛の一番下のラインですね、底辺なんかはこうおでこがあって目に入ってくぼむところで影になるところなので、がっつり一本線でシャシャシャっと影をつけていったりすると、とっても綺麗に眉毛があたかも生えているかのように仕上がるかと思います。でこの際に気をつけたいことは、あまりこう眉頭を濃く描きすぎると、いかにも描いてます偽物ですみたいな
みたいな感じになってしまいがちなので、なるべく眉頭は、下のライン、上のラインをこうなんていうんですか、三角形を意識してなるべく開けるようなイメージで進めていき、最後本当にカスカスになった筆でこうぼかしつつ上下を混ぜていくと、とってもいいニュアンスの眉毛が描けたりします。なので、がっつり描かずに後から最後仕上げ程度で眉頭を描いてみてください。そして眉毛の延長で赤みのある焦げ茶とパールの入った茶色を混ぜて筆でなじませて、ちょっと濃いめに下まぶた外側3分の1に重ねてのせていきます。これを描くことによって、私めちゃめちゃ実はつり目なんですよ。なんかあんまり普段メイクが濃いので気づかないかもしれないんですけど、実際の目は若干上につり上がっていて、星とかね貼ったり、あとはなんか色がガガってこうベタって入ってないととってもこの空白が気になってしまうので、そこを埋めるようなイメージで大きめに目尻3分の1に濃いめのシャドウを2回重ねて入れています。今度は仕上げのハイライトを塗っていきます。一番白いカラーと、あとゴールドを少し混ぜて筆になじませてから平筆で塗っていきました。鼻の一直線、これはもう縦に筆を使ってなるべく細くシャーッと入れています。で鼻先まできっちり塗っていき、今度は T ゾーンですね。眉毛の上、それからここが重要です。ポイント、眉毛の下の際ですね。下の際からアイホールの外側ですね。ここをハイライトで最後きっちり囲むことによってパキッと眉毛、それからアイシャドウっていう風に分けることができて、あとナチュラルメイクとか普通のメイクのコツで眉毛と目の間を少しこう離すと抜け感が出て、化粧がっつりしてますっていう感じが薄くなるっていうのが、私のメイクでのポイントなので、ここを最後綺麗に塗っておくとかなり仕上がりが変わってきます。そして最後にエチュードハウスのキラキラ涙パウダーを筆全体になじませるような感じで手の甲ではたいていきます。なじんだら T ゾーンの一番上トップのラインとしてまっすぐツーッと引いていき、でそこから延長線上に唇の山のところを少しキラキラ光らせて、最後顎にも塗っていきました。あとは涙袋の半分ぐらいのところまでちょっと薄めにですね筆につけてポンポンポンとはたいていくと白目が反射してより綺麗に見えるのと、あと割とこの裏目が上品な光り方してていろんな色に見えるんですよ。粒子が細かいので声の際に入れとくとなんかこう抜かれない女子感が出て、いかにも普通の人っていうなんか勝手なイメージがあるんですけど、そういうのが醸し出されてとても綺麗に仕上がります。次にリップを塗っていきます。使ったのは MAC のエンチャンテッドイブリップスと、中を開けると3色ねカラーが入ってます。で先に使ったのはこちらのパステルカラーの明るいピンクです。これを指に取って口を開けて、なるべくこう唇のね内側半分にのせるようなイメージで真ん中から左右に伸ばしていきました。で上にも残った分をのせるんですが、足したりする必要はなくて、なんかまんってやっていくうちにうまくグラデーションっぽいような感じでリップがついていくので、そんな感じで内側半分に塗って伸ばしていってください。真ん中の濃いピンクを塗っていきます。こちらも指に取って口ちょっと開いて、下側のやはりさっき塗った内側の半分のところにポンと置いていきます。一番最初に塗った薄いピンクよりも若干内側に集めるようなイメージで、ポン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 と左右に伸ばしていき、今度は上に塗らずに、唇をまってやり続けるととても綺麗な、薄いピンク、濃いピンク、それから地の色っていうグラデーションが出来上がります。そして仕上げにラシャスリップスの326番を塗っていきます。ラメが入っているのでとてもおしゃれな感じですね。塗るとかなりギラギラするんですが、馴染みやすい感じの時にはこういうキラキラのリップをポ
ポイントにしたりアクセントにしたりっていうことが多いと友達から聞いたので、私も真似してこのキラキラをポイントで唇に持ってきました。普段は妖怪だよっていうのがバレたくない人にはこのリップがおすすめです。全体的に広げて塗っていくと下地のグラデーションもとてもよく効いていて、かなり自然で健康的な印象に仕上がっているのではないでしょうか。いかがでしたでしょうか。今回は普通を忘れた妖怪向けの普通の目立たないナチュラルなメイクを紹介してみました。私もかなり普通を思い出しながら頑張ったんですけれども、もっとこうした方が普通っぽいよとか、あとなんかこういうところに気をつけるととても人間らしいですよっていうアドバイスがあったらぜひコメント欄で教えてください。これからの季節、やましいことはないと思うんですけど、こうなんか気分的にね、人に見つかりたくないよとか、ちょっと気分転換してみたいよ、イメチェンしてみたいよ、それから今日学校休んでることバレたくない、仕事をサボっていること見つかりたくない、人の目が気になるとか、いろんな人がいると思うので、ぜひこれを参考にして街に紛れてみてください。他にもたくさん動画出してます。派手なやつもいっぱいあるので、そちらもチェックしてくださいね。それではバイバーイ。